はい、片手打ちバックハンドの方のトップスピンの打ち方についてレッスンをしたいと思います。このレッスンの対象としては、片手打ちバックハンドでなかなかいいトップスピンが打つことができない、あるいはなかなか力をうまく使ってトップスピンが打てないという方へお送りしたいと思います。このレッスンのゴールとしては、トップスピンの体の使い方が理解できるようになること、そして楽に力強いトップスピンのボールが打てるようになること、これらがゴールになります。まずバックハンドの基本的な体の動かし方について、こちらの動画をご覧ください。はい、まずバックハンドの片手というのは、他のストロークと同様に基本的には体の軸が回る力、この力によってパワーを生みます。体が回る大きい力を腕と肘、手首を伝わってラケットからボールに伝える、この考え方が基本的な部分になります。体が回っていく力をいかに腕や肘、手首で邪魔をせずにラケットからボールに伝えてあげるか、この基本的な考え方が一つ目の大きなポイントになります。決して腕の力で振ってしまったり、肘や手首の力、ここの力で振ってしまってはボールに負けてしまったり、あるいは力強いボールが打てません。またボールが安定しない原因にもなります。そしてスピンなどいろいろな球種を打ち分けることもなかなかうまくいきません。ですので体が回る力をいかに伝えてあげるかというのを、まず一つ目の大きなポイントとしてご理解ください。はい、2つ目のポイントとして、体がターンする力を腕に伝えてあげるときに、体がターンをしすぎてしまってはせっかく生まれた力が腕に効果的に伝えることができません。ですのでターンするのは構えた状態からインパクトまでとなります。でここから先はターンを止めて腕が先に出ていくようにしてあげてください。体が回った力が腕に伝わって、そのまま腕がパーンと前に出ていくようなイメージですね。肩関節から腕が外れて、そのまま前に腕が飛んでいくようなイメージで捉えてください。ターンした状態から体を回した力で肩関節から腕が外れてポーンと前に飛んでいくようなイメージですね。そのようなイメージで考えていただくといいと思います。これがまず1つ目。ターンしてない状態だと体が回る力が使えません。ですので腕だけのスイングになってしまいます。またあるいはターンした状態から無理やり体を回そうとすると体が開いてしまいます。そうすると打ちたい方向とスイングの方向がずれてしまいます。ですのでしっかりターンをしておいて、そこから体をインパクトまで回すようにしてください。イメージとしては、打ちたい方向に向けて右腕が肩から外れて、打ちたい方向に向けて飛んでいくようなイメージですね。そうするとこう開いてしまっては向こうの方に飛んでしまいます。はい、ですのでしっかり肩を入れた状態から打ちたい方向に向かって腕をパーンと飛ばしていくようなイメージ、これが2つ目のポイントになります。しっかりターンをして体を回していくのはインパクトまで、そこから先はこの回った力で腕が前に出ていってあげるようにしてください。これが2つ目のポイントになります。そして3つ目のポイントです。このポイントは少し正直なところ難しいです。これができると非常に鋭いスピンやフラットのボールも打つことができますが、あまり日常にない動作なので難しいということは理解しておいてください。このポイントができなくても1つ目と2つ目のポイントだけでも十分ある程度の片手バックハンドを打つことはできます。そして3つ目のポイントは、体が回ってきて途中でターンを止め腕が出ていきます。そして最後に腕の動きも止めてあげ、体が回ってきた力でラケットが前に出ていくようにしてあげてください。ターンして体を回してきて、回ってきた力で腕が出てきます。でターンを止め腕が出てきます。そしてその後に腕の動きを止めます。そうすると
体が回ってきた力でラケットに遠心力が生まれてますので、手首の力が抜けていればそのまま腕の動きを止めるとラケットが前に出ていってくれます。はい、この動きを作れると鋭いスピンやフラットのボールを打てます。ラケットが最後ヘッドが回っていきますので、この力を使うことによって鋭いボールを打つことができます。基本的には体を回して中心から回してきて徐々に止めていくイメージですね。そうするとその体が回った力が最も最後加速してボールに伝わっていくというイメージになります。この最後の3つ目のポイントは、特に片手バックハンドの場合、コートにコントロールしようという意識があると、やはり手首に力が入ってしまって、できるだけ面を安定させた方がコートに入る感覚があると思います。ですが、この力を抜いてラケットヘッドが回る感覚ができてくると、鋭いスピンのボールやフラットのボールを打てるようになっていきます。ですので、もしトライされたい方は、あまりラリーなどで最初やるのではなく、球出しでボールをあまり入れることにこだわらず、この力が伝わっていく感覚、ラケットが自然にヘッドが回っていく感覚、この感覚だけをまず意識していただくのがいいと思います。はい、このように体が回る力が腕に伝わることによって片手打ちのバックハンドは力を生みます。そしてこの力をボールの下から上にスイングしてあげることによってスピンのボールを打ちます。ですのでポイントは、構えた状態からボールに対して入っていくときに必ず振り子の要領で一度ラケットをボールの下に入れてあげるようにしてください。はい、決して手の力で下に落とすのではなく、振り子のようにラケットをそのままダラーンと落とすようなイメージでいいと思います。そしてラケットが一旦ラケットの重さで下に落ちて、それを体のターンの力で振り上げていきます。そうするとラケットが下から上に、ボールの下から上に入りますので、強いスピンをかけることができます。そしてさらにここからは少し難しいですが、より鋭いスピンを打つには、先ほどの基本的な体の動かし方であったように、最後腕の動きを止めラケットヘッドが出ていく方向を下から上にコントロールしてあげることで鋭いスピンを打つことができます。先ほどの振り子の動作で腕をボールの下から入れてあげ、そしてターンの力を少し上の方向に向けてあげると腕が上の方向に動こうとします。そしてこの動きを途中で腕で止めてあげると、手首を支点にしてラケットヘッドだけが回っていきます。はい、この力を使うとより鋭いスピンを打つことができます。もう一度やってみましょう。ターンし、そこから腕の力を抜き、振り子の要領で腕を落とします。そしてここからターンを少し上の方向に回すようなイメージで、上の方向で腕が上の方向に肩関節から抜けて飛んでいくようなイメージで体を回していきます。そうすると腕が上の方向に出ていきます。そしてそれを途中で止めることによってラケットヘッドが強く回っていきます。遠心力で回ります。そうすることで鋭いスピンを打つことができます。この手首の力の抜き方が難しい方は、ここを抜きにしてこのターンを上の方向にし、腕が上の方向に出ていく、これだけでもスピンは打つことができます。ですのでまずは振り子の要領で一度腕を落とし、そこからターンの力で振り上げていく、この腕の動きをまず意識してみましょう。そしてこれができてきたら途中で腕の動きを止めラケットヘッドが回っていく、このような動きを少しずつやってみるのが良いと思います。